なんつうか、かなり意外だったな。ああ、少し驚いた。ロイドさん、ロイドさんの目から見た父はどんな学生でしたか？どんな学生か。そうだな。さっきも言ったみたいにストイックで真面目で、あとものすごい頑固者。今のなんて？頑固者だって？ああ、ちょっとわかる。トウヤの話聞いてるとマジで頭固そうだからな。僕も人のことは言えないけどね。音楽についてはやっぱり譲れないこともあるし、頑固になっちゃうから。だけど春道は本当に尊敬できる音楽家だった。一緒に演奏をしてると学ぶところばかりだったよ。一緒に演奏を？そう。お互いのジャンルを交換したり、たまに全然別のことをやったりね。専攻と違うものをやることで普段の自分の演奏を客観視できたり、新しい表現方法をつかむきっかけになったりもするんだ。なるほど。確かに勉強になりそうですね。とはいえ簡単にできることじゃない。俺がストリート音楽を始めた時もクラシックでついた癖に引っ張られてしまった。父さんたちのようにレベルの高い音楽家だからこそできたことかもしれないな。せっかくだからトウヤたちも体験してみるかい？体験してみるって。ほら、ちょうど中庭でセッションをしようとしてる子たちがいるんだ。おーい。ロイド先生が呼んでる？一緒にいるの見学の子たちかな？みんな、これからセッションかい？はい。午前の授業も終わったし、ちょっと息抜きに。バイオリン、チェロ、サックス、この辺りは一般的なセッションでもよく見かけるが。すごいね。見たことない楽器がたくさんある。銀色のお鍋みたいなのは何だろう？おそらくスティールパンだ。前に本で読んだことがある。ドラム缶で作られた楽器で叩く位置によって音階が変わるらしい。へえ。これ全部でセッションすんのか。想像つかねえな。ああ。しかもさっきロイドさんは体験してみるかと言った。つまりよければこの子たちも混ぜてあげてくれないかな。担当はボーカルで。私たちはいいですよ。今日はボーカルいないし、ちょうどいいかも。一緒にやるのは面白そうだけど。即興で合わせられるかっつうと、いけんのか。確かにストリートならともかく、今回はジャンルを超えた即興だ。どんなパフォーマンスをするべきか想像すら。春道も昔こういうセッションに参加したことがあるんだよ。あ、そうなんですか？うん。初めて会った時からずっと真顔かちょっと不機嫌そうな表情しか見たことがなかったんだけど、セッションの後初めて本当に楽しそうな笑顔を見せてくれたんだ。父さんが？あれは本当にびっくりしたな。それだけの何かがこのセッションにはあるということか。なら俺も
やってみたい。どうや。アメリカに来て分かった。俺には知らないことがたくさんある。子供の頃に経験できなかったことだけではなく、ずっと憧れていた父さんの演奏、その裏にあるものすら本当の意味では理解できていなかった。だから知りたい。セッションを通して父さんが何を感じたのか、どんな風に音楽と向き合っていたのかを。いいんじゃねえか。せっかくアメリカまで来たんだ。やれそうなことは全部やらねえとな。これも絶対いい経験になるよ。やってみよう、青柳くん。ありがとう、みんな。